セロ弾きのゴーシュ。ゴーシュは町の楽団のチェロ奏者です。でもあまり上手じゃありません。楽団で一番下手でしたから、いつも学長に叱られていました。今日も学長は手を叩いて演奏を止めると、大きい声で言いました。チェロが遅れた。もう一度。全員がやり直しました。しばらく演奏していると、また学長が止めました。チェロ、また音がずれた。ちゃんとチューニングしてください。ゴーシュは慌てて音を直しました。ゴーシュも下手ですが、実はチェロも悪いですから、とても難しいのです。一つ前の小節から。はい。みんなはまた始めました。ゴーシュも一生懸命弾きました。やがてまた学長が止めました。今度はバイオリンが叱られました。ゴーシュはほっとしました。皆さん、全然ダメだ。本番まであと10日ですよ。プロの私たちがアマチュア楽団より下手だったら恥ずかしいでしょう。特にゴーシュ君、君のチェロは感情がない。タイミングも合っていない。困るよ。しっかりしてください。では、今日の練習は終わります。みんな楽器を片付けて帰りました。ゴーシュは泣きました。それから一人で練習しました。ゴーシュは町外れの小屋に一人で住んでいます。午前中は畑でトマトやキャベツの世話をして、昼から仕事に行きます。ゴーシュはその晩遅く小屋へ帰りました。水を飲んでからまたチェロの練習を始めました。少し弾いて考えて、また弾いて考えました。真夜中になりました。誰かがドアを叩きました。誰だ？大きい三毛猫がドアから入ってきました。見たことがあるトマトを持っています。ああ、重かった。ゴーシュさん、これ、お土産です。どうぞ。三毛猫が言いました。ゴーシュはイライラしていましたから、大きい声で言いました。それは私の畑のトマトだ。いつも畑を荒らしている犯人はお前か。猫はニヤニヤ笑って言いました。怒らないでくださいよ。それより先生、シューマンのトロメライを弾いてください。私がここで聞いてあげますから。ゴーシュはこの猫は生意気だと思いました。それでドアに鍵をかけて窓を閉めました。明かりも消しましたから月の光が部屋の中に入りました。よし、トロメライだな。ゴーシュは自分の耳に布を詰めてからインドの虎狩りという嵐のような曲を弾きました。猫はしばらく聞いていましたが、急にドアに走っていきました。しかし、ドアはゴーシュが鍵をかけましたから動きません。ぶつかって大きい音がしました。ゴーシュは面白くなってますます勢いよく弾きました。先生、もうやめてください。黙れ。猫はまた壁に体をぶつけたり、ゴーシュの周りをぐるぐる回ったりしました。曲が終わりました。猫はぐったりして、先生、今夜の演奏は変ですよ。
と言いました。ゴーシュはドアの鍵を開けました。さあ、行け。もう来るなよ。猫は風のように走っていきました。ゴーシュはそれからぐっすり眠りました。次の晩、ゴーシュが夜中までチェロの練習をしていると、屋根裏からカッコウが入ってきました。先生、私に音楽を教えてください。ゴーシュは笑いました。お前に音楽を？カッコウは泣くだけでしょでも、それが難しいんですよ。カッコウは真面目に言いました。カッコウとカッコウは全然違うでしょ？う？同じだね。わかりませんか？全然違いますよ。私はドレミファを正確に泣きたいんです。どうか教えてください。うるさいな。じゃあ3回だけ弾いてあげるから早く帰りなさい。ゴーシュはチェロのチューニングをしてドレミファソラシドと弾きました。するとカッコウは羽をバタバタしました。違います違います。うるさいな。じゃあ自分でやってください。カッコウは体を曲げて言いました。聞いてください。こうですよ。カッコそれがドレミファ？いいえ、同じ音を続けるのが難しいんです。だからこうでしょ？ゴーシュはまたカッコウの声に合わせてチェロを弾きました。カッコウは喜んで一緒に泣きました。一生懸命体を曲げて何度も何度も泣きました。ゴーシュは手が痛くなりました。いい加減にしてくれ。ゴーシュが手を止めても、カッコウはしばらく泣いていましたが、ようやくやめて言いました。どうかもう一度だけお願いします。ゴーシュさんの音程はちょっと違う気がします。何？もう帰れ。もう一度お願いします。じゃあもう一度だけだよ。ゴーシュは弓を構えました。カッコウも息を吸って構えました。なるべく長くお願いします。ゴーシュは苦笑いして始めました。カッコウはまた一生懸命叫びました。だんだんゴーシュは私よりカッコウの方が正しいドレミファを出しているという気になりました。弾けば弾くほどカッコウの音程の方が正しい気がします。バカバカしい。ゴーシュは急に演奏をやめました。カッコウはゴーシュを見て、どうしてやめますか？カッコウだったら喉から血が出るまでやめませんよ。と言いました。ゴーシュは窓の外を見て言いました。ほら、もう夜が明ける。終わりだ終わりだ。カッコウは窓をめがけて飛びました。そしてガラスにぶつかって落ちました。全然動かなくなりました。バカだな。見るとカッコウのくちばしから血が出ています。今開けてあげるよ。ゴーシュが窓を開けると、急にカッコウは矢のように外へ飛び出しました。ゴーシュはしばらくそれを見送っていましたが、そのまま倒れて寝てしまいました。次の晩もまた
夜中までチェロを弾いていると、ドアを叩く音がしました。タヌキの子でした。こんばんは。お父さんがね、講師さんはとてもいい人で怖くないから行って習いなさいと言ったよ。ゴーシュは笑いました。何を習う？私はもう寝るよ。タヌキの子は一歩前に出て元気に言いました。僕は太鼓の係だよ。講師さんのチェロに合わせて練習する。ゴーシュは笑いました。どんな曲を演奏するんだ？この曲を弾いてください。タヌキの子は背中の方から楽譜を出してゴーシュに見せました。ジャズか？変な曲だな。よし、じゃあ弾くぞ。ゴーシュはチェロを弾きました。タヌキの子は背中の方から棒を2つ出して、チェロのコマの下のところを叩きました。楽譜を全部弾いて終わると、タヌキの子は首を曲げて考えました。講師さんはこの2番目の弦を弾くとき、ちょっと遅れるね。ゴーシュは驚きました。確かに自分でも2番目の弦の音が遅いことに昨日の晩から気がついていました。このチェロは良くないんだ。ゴーシュは悲しくなりました。タヌキの子は少し考えてから言いました。もう一度弾いてください。じゃあ弾くよ。ゴーシュは始めました。タヌキの子もさっきと同じようにチェロを棒で叩きました。そして時々首を曲げてチェロに耳をつけました。曲が終わると朝になっていました。ああ、もう朝だ。どうもありがとう。ゴーシュが言うと、タヌキの子は急いで棒や楽譜を片付けて、頭を2、3回下げてから出て行きました。ゴーシュは寝床に入りました。次の晩も明け方までチェロを弾いて、疲れて休んでいると、誰かがドアを叩きました。とても小さい音でしたが、ゴーシュは予想していましたから、すぐ、どうぞ、入ってください、と言いました。すると、野ネズミが入ってきました。小さい子ネズミも一緒です。お母さんネズミは栗の実を一つ置いて頭を下げました。先生、この子は病気です。死ぬかもしれません。どうか治してください。私は医者じゃない。ゴーシュは怒りました。するとお母さんネズミは泣きました。先生はウサギのおばあさんもタヌキのお父さんも治しました。あの意地悪なミミズクも治しました。それなのに私の子はダメですか？今まで弾いていたのにどうして弾いてくれませんか？この子は不幸です。ゴーシュはびっくりしました。私がチェロを弾いたから病気が治ったというのか？そうです。お母さんネズミが言いました。先生のチェロの音はマッサージのように体に響いて血の巡りが良くなります。どんな病気もすぐ治ります。そうか、わかった。じゃあ弾いてあげましょう。ゴーシュは野ネズミの子供をつまんでチェロの穴に入れました。私も一緒に入ります。お母さんネズミも穴から頭を入れましたが、穴は小さいですから入ることができません。
大丈夫？上手に落ちたよ。チェロの中から小さい声が答えました。ゴーシュはお母さんネズミを床に下ろしてから弓を取りました。そしてゆっくりした曲を弾きました。しばらくするとお母さんネズミは心配になって言いました。もう十分です。どうか子供を出してください。そうか。ゴーシュがチェロを傾けると子ネズミが出てきました。震えていました。どう？気分はいい？子ネズミは何も言いませんでしたが、急に元気に走り出しました。ああ、よくなったね。ありがとうございます。ありがとうございます。お母さんネズミは10回くらい頭を下げました。ゴーシュはかわいそうになりました。おい、お前たちはパンを食べるか？お母さんネズミはびっくりして、とんでもない。先生のうちのパンを盗んで食べたことはありません。と言いました。そうじゃない。ちょっと待って。今、パンをあげる。ゴーシュは棚からパンを持ってきて、お母さんネズミの前に置きました。お母さんネズミはまた何度も頭を下げました。それからパンをくわえて子ネズミと一緒に出て行きました。ゴーシュは寝床に入ってぐっすり眠りました。それから6日目の晩でした。楽団の人たちは公会堂のステージから楽屋に戻りました。今日はみんなとても上手に演奏できました。客席では拍手が続いています。学長は嬉しさを隠してみんなの間を歩いていました。みんな楽器をケースに入れて帰る準備をしています。客席ではまだ拍手が続いています。拍手はだんだん大きくなってすごい音になりました。司会者が楽屋に来て言いました。アンコールお願いします。何か短いものでもいいですから演奏してください。学長は答えました。ダメだ。あんな曲の後にはどんな曲を演奏してもダメなんだ。じゃあ学長さんがステージへ行って挨拶してください。それもダメだ。じゃあ、ゴーシュ君、君がステージに上がって何か弾きなさい。私ですか？ゴーシュはびっくりしました。君だ君だ。バイオリン奏者が言いました。さあ、ステージへ行って。学長がまた言いました。ゴーシュは困りましたが、みんなが押しましたから、仕方なくチェロを持ってステージに上がりました。お客さんはもっと大きく拍手しました。叫んでいる人もいます。みんな私をバカにしている。よし、インドの虎狩りを弾いてあげましょう。ゴーシュはすっかり落ち着いて、ステージの真ん中へ行きました。それから、三毛猫が来た晩と同じように、すごい勢いでインドの虎狩りを弾きました。お客さんは静かになりました。曲が終わると、ゴーシュはすぐ楽屋に逃げました。みんな静かにゴーシュを見ました。誰も笑っていませんでした。今晩は変な晩だ。とゴーシュは思いました。ゴーシュ君、とても良かったよ。学長が立って言いました。あんな曲だが素晴らしかった。この10日の間に
とても上手になったね。やればできたんじゃないか。仲間たちもみんな立って、よかったよ。よかったよ、とゴーシュに言いました。その晩遅く、ゴーシュは小屋へ帰りました。チェロを床に置いて窓を開けました。ああ、カッコ、私が悪かったね。あの時私は怒ったわけじゃないんだ。と、ゴーシュは誰もいない空に言いました。